新年明けましておめでとうございます。ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆうてらんです。ありがとうございます。いいね。今年もよろしくね。今回は週刊少年ジャンプ2025年6、7合併号、ワンピース最新話1135話、友の杯を考察していきます。この1135話を読み解くキーワードはもちろん35のいろんな語呂合わせです。取るに足らない小さい魚を表す雑魚、山の谷間を表すサコ、赤ちゃんを産んだ後を表すサンゴ、異種族間のセックルを表す雑魚、神に仕える役職を表す巫女、正月や宴で酒を飲む儀式三婚、一婚二婚三婚です。1135話ではいろんな35の語呂合わせを確認できます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずはいつものように先週の1135話の予想を振り返りましょう。こちらです。1135話の類似話数は35話、135話、1035話です。35話の語呂合わせは雑魚、扉絵も小さい魚と小さい雑魚バギー。本編では小さなウソップ海賊団たちが黒に立ち向かうも叶わない。ここと1135話が繋がるなら逆に小さなチビ人間の偽シャンクスに巨人のドリーとブロギーがやられてしまうのか。次に135話の語呂合わせはイミゴ。ドラム王国の忌まわしき王、バカなワポールがカバと帰還。するとエルバフのイミゴ、ロキの話にもなるのか。次に1035話の語呂合わせは瞳悟空。ここと繋がるなら1135話では誰かが生贄になるのか。そんな1135話の話数の語呂合わせ予想は人イミゴ、エルバフの呪われた王子ロキの話になるのか。人々巫女、巫女とは神に仕える者、神の騎士団の暗殺者2人が早くも動き出しそうです。2週間前の予想はまあまあ53点くらいでしょうか。話数の理論を追加していきましょう。35話雑魚ではちびっこのウソップ海賊団がキャプテンクロに立ち向かいますが叶わない。一方1135話では弱体化したエルバフのちびっこたちが描かれている。これが1135話の話数の語呂合わせ1つ目。人々雑魚、人々雑魚、ちびっこのウソップ海賊団とエルバフのちびっこたち、さらにエルバフにおけるちび人間もリンクさせて、なおかつ雑魚の語呂合わせも成立させる天才小田栄一郎。そんな弱体化したエルバフのちびっこの中で一人だけ勇敢な戦士、それがちびっこだけど巨大なコロンです。ゴムのルフィに一人立ち向かうエルバフの少年コロン、さらにエルバフに現れたシャンクス2のちび人間2人のうち、口に包帯を巻いた女戦士が城の門番の巨人を倒しています。このちびっこ雑魚が巨大な魚を倒すという展開は1135話の扉絵でも描かれています。それはかつて雑魚だったちびっこのオタマが成長してオールデムに一撃を与えている。オタマの育成は成功。育成に成功したオタマと育成フクロウが1135話に登場。若いオタマと老いたシュワシュワのフクロウ、二人合わせて玉袋？いや、お正月号ですから子供にあげるお年玉袋のイメージか。そして35話ではメガネをクイッとあげる黒。一方1135話ではメガネのイクイクの実のビブロ。クイの黒とイクのビブロ。猫とフクロウはよく似ていると言われているようです。次に1035話では手足を杖で縛られ拘束されているキング。一方1135話では手足を包帯で縛られ拘束される門番の巨人。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の流れを考察していきましょう。1135話のスタートはフクロウの不思議な図書館。ちびっこボニーとチョッパーが図書館の巨大な本に興味津々。でも読めない。この巨大な本は育成フクロウビブロの能力、イクイクの実。行っちゃう。ビブロとはラテン語で書物を表すビブリオが由来でしょう。この本が巨大化する謎については2週間前のコメント欄の質問で答えました。それはフクロウの能力かもしれないと考えました。ただしデカデカの実はサンファンウルフが所有しているので何の実なのかは予想はできませんでしたが、イクイクの実の育成能力とはさすがオダッチの空想能力です。イクイクの実は無機物に限り巨大化できるため、小さな新聞でも巨人たちが読めるようになり、巨人たちの国にとっては便利な能力だと言います。こ
これが1135話の話数の語呂合わせ1つ目。いい見頃。いい見頃。見頃とは何かを見るのにちょうどいい頃合いという意味です。ビブロは巨人たちのために本のサイズをいい見頃にしています。また、フクロウの図書館にはエルバフの医学書もあるそうで、チョッパーはそれを読みたいと言いますが、この医学書はエルバフに元々からある本なので、小さくはできないという。つまりそれを読むためには、チョッパーがランブルボールで巨大化すれば読めるのか。このエルバフにある医学書こそがポイントでしょうか。それはここまで考えてきたエルバフに長居してはいけない理由、生物の凶暴か、それを治す医術が書いてあるのか。場面が変わってブランコで遊ぶルフィ。弱体化した巨人のキッズたちを乗せて暴れますが、ナミに怒られます。ルフィに怯えた巨人のキッズたちは、ゲルズの谷間に顔をうずめます。これが1135話の話数の語呂合わせ2つ目。いいサコ。いいサコ。サコとは、山の谷間。ここではゲルズのおっぱいです。これを見たサンジは、クソガキは万国共通だという。これが1135話の話数の語呂合わせ3つ目。人々サガ。人々サガ。語呂合わせでは、ゴー、ガと読むそうです。サガとは、生まれ持った性質のことです。そんな弱体化したキッズを見てがっかりするルフィ。人々ザコ。しかしそこへコロンがルフィに突然攻撃してきます。これにルフィはエレファントガンで対抗。わざと攻撃を外して格の違いを見せます。弱体化したザコキッズの中でも一人で戦士の道を歩んでいるコロン。四皇ルフィの実力に喜ぶコロン。そんな乱暴者のコロンは他のキッズたちからは嫌われており、凶暴だとも言われています。凶暴。これもここまで考えてきたエルバフに長居してはいけない理由。生物の凶暴化につながるキーワードです。コロンは凶暴。こちらの動画ではエルバフ編でニカは凶暴化すると考えました。エルバフに長居すると生物は凶暴化してしまうのか。いや、それはまだわかりません。ネットで多くの方が考えていた巨大化してしまう説の可能性もまだ残されています。それがリプリー先生とのセックルです。乱暴者のコロンのお母さんはリプリー先生であり、コロンのお父さんはなんと人間族の元海賊だという。これが1135話の話数の語呂合わせ4つ目。人々雑行。人々雑行。雑行とはイス族間の後輩のことです。どうやってその元海賊は巨大なリプリーとセックルしたというのか。人間の元海賊が一時的に大きくなったのか。それともリプリーが一時的に小さくなったのか。このコロンの父親とは誰でしょうか。これは酒場のマトさんがリプリーの好物コケモモを渡す際に、父ちゃんの好物も少しねと言っていますから、エルバフにすでにいる人間族であり元海賊、つまりはおそらく編み笠をしているスコッパーギャバンでしょうか。そんなコロンの父親は、俺だけ年を取るのは嫌だと言い、結婚はせず、リプリーはその元海賊の内縁の妻となっているようです。これが1135話の話数の語呂合わせ3つ目。一人一人産後。一人一人産後。ギャバンはリプリーとは結婚せずにどこかへ消えたのか。いや、ギャバンはずっとエルバフに滞在していそうですから、リプリーの産後をサポートしていたのでしょう。するとギャバンはエルバフに長居をしている人間だと思われますから、ルイヤーノートの警告、エルバフに長居してはいけない理由は、ギャバンがおそらく語ってくれそうです。そしてギャバンがエルバフに長居していたとなると、ギャバンは長居したことでもしかしたら一時的に巨大化して、リプリーと一瞬セックルできた可能性が浮上します。この理論なら、イクイクの実なしでいく。つまり、エルバフに長居すると巨大化あるいは凶暴化するが、薬で抑えればそれを鎮静化できそう。それこそがチョッパーが読みたいエルバフの医学書に書いてあることなのか。人間がエルバフに長居すると巨大化してしまうのか、それとも凶暴化してしまうのか、それはまだわかりません。とにかくギャバンがエルバフに長居していたとなると、シャンクスとも当然語り合ったと思われます。さらにギャバンがもしも火の傷の男なら、シャンクスはロードポーネグリフを3つ入手したのかもしれません。とりあえずコロンの父親はギャバンの可能性が高いと考えます。ちなみにリプリー先生の好物、コケモモの花言葉は反骨心。そしてリプリーという名前の由来は、おそらく女子プロレスラー界最強王者にして美人のリアリプリーさんでしょうか。エルバフの巨人たちの多くがプロレスラーの名前となっています。続いてゲルズがロビンたちの衣装を提供してくれています。これが1135話の話数の語呂合わせ6つ目。いい見頃も。
いい見頃も。ロビンたちもエルバフ編の衣装に着替えました。ここでジンベエのバックルには蛇が描かれていますが、これはおそらく2025年が蛇年だからでしょうか。小田先生は割と新年の初掲載号に干支関連を描きます。2021年牛年なら扉絵に牛みたいな魚を描き、2022年寅年なら扉絵に虎を描き、2023年うさぎ年ならうさぎみたいな歌を扉絵に描き、2024年辰年ならピンクの竜の桃之助を扉絵に描き、そして2025年蛇年の今年はジンベエのバックルに蛇を描いたのか。そんな一行はここで二手に分かれます。ロビン、チョッパー、リリス、ボニーの4人は図書館に残り、フランキーはホージュアダムを堪能するという、やはりエルバフに長居してはいけない理由がホージュアダムに関係するのか。また、この図書館でリリスはベアバンクのクローンを復活させるのでしょうか。もしもベアバンクのクローンが完全復活するなら、その姿はおそらくちょっと若い時代のこのキモいベアバンクの姿なのか。とにかく他のメンバーは宴を行うために村に戻ります。場面が変わって西の村付近のアウルスト城。魔法陣から現れた2人が門番の巨人と出会い会話をしている。包帯の女戦士はロキを探していると言います。2週間前この2人は話の流れからもルフィを殺しに来たと考えましたが違いました。狙っているのはなんとロキでした。ルフィを逃したサターン星にイム様は怒り心頭でしたが、なぜかルフィではなくロキに用があるという。6年も拘束されているロキに今更このタイミングで一体何の用があるというのでしょうか。明らかにルフィ暗殺の方が理にかなっていますが、このタイミングでロキを探しているということは、ロキが持つ伝説の悪魔の実の能力を利用したいのか、それともロキの王子としての地位を利用したいのか。とにかくロキを探している理由とはロキを利用したいからでしょうか。しかし門番たちはロキをエルバフの害悪だと言います。これが1135話の話数の語呂合わせ7つ目。人意味語。人意味語。意味嫌われているエルバフの王子ロキですが、門番たちはロキの居場所については答えないという。すると包帯の女戦士が突然何かを放つと、巨人の手足が包帯で巻かれ締め付けられ、バキバキと巨人の骨が割れていく。これは悪魔の実の能力なのか、それとも熟練された技なのか、今はまだどちらかわかりません。女戦士は巨人に対して頭が高いと言い放ち雑魚扱いしています。なぜならこの女戦士たちは神に仕える神の騎士団だからです。これが1135話の話数の語呂合わせ8つ目。ひどい巫女。ひどい巫女。巫女とは神に仕える者。そして巫女ならばさらに女性のことです。そんな明らかに高度な攻撃を神の騎士団が繰り出したのに、未だルフィたちは気配に気づかない。つまり神の騎士団たちはシャンクスと同じ技、覇王色の覇気を応用した見聞殺しを使っている。つまり2人はシャンクスレベルの強敵でしょうか。場面が変わってエルバフの村へ。ついに宴の時。ルフィとウソップが夢見た世界最強巨人の国。多くの巨人たちが集まってルフィたちをみこしのように担ぎ上げている。乾杯のうねり声。これが1135話の話数の語呂合わせ9つ目。いいみこし。いいみこし。太陽の神であるルフィは神であり友。それは巨人たちが担ぎ上げるいいみこしです。さらに1135話の話数の語呂合わせ10個目。いい三婚。いい三婚。いい三婚。友の杯。三婚とはお正月や祝いの日に日本で行われる酒の儀式です。一婚二婚三婚と趣向の前を変えて、その度に大中小の杯を一杯ずつ繰り返し、合計9杯のお酒を進める儀式。これは比喩的にここまでルフィたちが作ってきた巨人たちにかかっていると考えます。1婚目の杯はリトルガーデンで命を救ったドリーとプロギー。2婚目の杯はウォーターセブンで政府から解放したお芋とカーシー。3婚目の杯はドレスローザでおもちゃから解放したハイル・ディン。1婚2婚3婚3つ合わせて友の杯。さらにシャボンディ諸島で解放したスタンセンもルフィが認知したところへ巨人族の英雄山ひげのヤルルがやってきました。しかしヤルルの頭にはなぜか剣が貫通している。これが1135話の話数の語呂合わせ11個目。ひどい錯光。ひどい錯光。錯光とは建築用語で穴を開けるという意味です。このヤルルの頭を貫通した剣は
誰にやられたのでしょうか？ロキにやられたのか？それとも、もしかしたら、エルバフに愛された王、ハラルドにやられたのか？ 1134 話の動画では、ハラルドは裏切りの王だと考えました。以上です。続いてはいつものように、次回1136話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1136話の類似話数は、36話、136話、1036話です。36話は終え、語呂合わせは36。坂道を越えた先の36で、カヤたちを追いかけるジャンゴ。この36話でウソップは黒から村を守ると言います。次に136話はドルトンという男。語呂合わせはイサム。136話では勇気を出してドルトンや国民たちが立ち上がり、ワポルから国を守ると言います。この36話、136話と1136話がつながるなら、1136話でも村や国を守る話。つまりはあの神の騎士団2人組が宴をしているエルバフの村を襲うのか。その襲いかかる方法とは、例えば136話ではラパーンたちがわざと雪崩を起こしていますから、1136話でも崖崩れなど大規模な方法で村を襲うかもしれません。次に1036話は武士道というは死ぬことと見つけたり、1036話の語呂合わせは問う侍。諦めかけた金右衛門やお菊、侍たちに対してウソップは泣きながら見苦しくても生きてみせろという、そんな1036話では門番の6期が突破されていますから、1136話でももちろんあの2人は門番を突破するでしょう。そんな1136話の話数の語呂合わせ予想は、人々見ろ、人々魅了、言い去るなど、どんなシーンでも使えそうなものが考えられますが、1136話固有の語呂合わせを考えるなら、It's the Rock、動くな。女戦士が大量の包帯を巨人たちに巻きつけて一気にロック、つまり身動きを取れなくするのか。この時真っ先にやられてしまうのが一番図が高い山ひげのヤルルでしょうか。さらに It's the law、 我々が法律だ。1136話では神の騎士団が猛威を振るいそうです。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までお願いします。そして今年もまったりとよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏対語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。夢を釈迦じゃないよ、釈迦より先だよ。